雑煮、北大城三人。季節にちなんで、お雑煮の話をしたいと思う。一体お雑煮は、子供の自分から食べ慣れた故郷の地方食あるやり方が、一番趣味的で意義がある。主婦の心がけ次第で、第一日は地方食豊かなお国風雑煮、二日目からは東京風の贅沢な、にぎわいのある楽しいものを、というようにすれば、家族に喜ばれること請け合いだ。かといって、強いてそうせねばならぬという理由はないのだから、各自の好みに任せてよい、とまずご承知おき願いたい。私の経験から言うと、雑煮の中をにぎにぎしくするためには、人参とか、大根、芋などを入れる方が良いだろう。芋なども、原型のままの方が野趣があって面白い。何か変わった趣を添えたいような場合には、芋に角目を立てて削るのも悪くない。が、あまり細工をせずに作る方が良いと思う。だしは普通の鰹節だけで取るか、あるいは昆布だしにするのもよろしい。また、冬になると、焼きハゼなどよく送られる家庭もあろうが、焼きハゼをだしに用いると、特殊の風味が出て楽しめる。さて、一番肝要なのは、餅の焼き方である。昔からきつね色に焼くのを最上としておったようだが、ところどころ濃く、ところどころきつね色に、ちょうど別光の麩を思わせるように焼くのが理想的である。そして、餅の硬い、柔らかいの程度によって、火の加減をしないと、中身が硬いのに表面ばかり焦げたり、白くしなしなしてしまったりする。雑煮のコツは、餅の焼き方にあると言ってよいと思う。また、不細工に大きな餅の入っているのは面白くない。ことに朝から塗装期限でいるところへ、大きいのを出すのは気が利かない。料理屋で出す小型マッチ箱ぐらいの大きさが、見た目の感じが良い。でも、客次第で餅の大きさも加減したら良い。若い者たちには多少体裁が不格好でも、大きいのを入れた方が歓迎されよう。出す相手と場合に応じて、それ相応のもてなしをすることは、単に雑煮だけに限らず、何事においても必須条件である。白味噌の雑煮なども、変わっていてうまいものである。それから、海苔は良質のもの、焼き海苔でもよい。細かく揉んでかける。四角に切ったの、一枚のせたりするのは感心しない。しかし、海苔というものは、なかなか難しく、焼き方にコツがある。現に、京阪などでは、生で使っている。それは別として、うまく焼けたものは、大変うまいものである。京阪のような大都会でさえ、海苔の焼き方を知らないのであるから、言わんや地方では言うを待たない。東京といっても、地方の人が大部分で、存分な海苔の焼き方のできる人は、稀なことであろう。100円の海苔を50円ぐらいに、下落させて食べているのが大部分である。要するに、雑煮はあり合わせで、見繕って出せばよいのだ。ということを得得していただければ結構なのである。